こんにちは、加藤です。今日は100人100作品高評会第2回目ということで、中学生から応募がありました。お名前はかりんさん。かりんさんはこれです。かりんじゃなくてパプリカを出品していただきました。今日はこの作品について紹介公表していきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。どうぞ。まずこの作品を最初に見たとき、送られてきたときに見た、第一印象なんですけれども、このね、ピカッと光っている、テカっているこの表現、そして少し鈍い、ここのヘタの部分、緑色、黄緑色になるんですかね、の部分。そして左下に映っている相似形の影。この3つの関係が非常にリズム感を持っていて、そして質感を違って感じ取っているんじゃないかっていうのが作品から伝わってきて、非常に感受性の高い作者さんなんだろうなという印象を受けました。ちなみにですけど、似たようなものをね、用意したんですね。似たようなものって何かっていうと、これ私が作った、紙粘土で作ったパプリカなんですけれども、ちょうどね、こんな向きになるのかな？こんな向きにテーブルに置いて、で、このね、作品を描いた時のモチーフを置いた写真も一緒に送っていただいたんですが、白い布をね、床から後ろバックに向けて、斜めに垂れるように、角ができないように、垂らしておいて、そこにパプリカをポンって置いて、それで描いたようです。右上からの光で左下に影ができる。ちょうどこんな感じの配置で描いたみたいなんですね。これまた後でちょっと使いますね。自己紹介。中学1年生の女子です。去年の5月、中1の5月から絵画教室、個人でされている先生の芸大美大の受験教室に週に6時間通っています。私の通っている中学校には美術部がないので、中学校では部活動には参加していません。通い始めてから鉛筆デッサン9枚、水彩画9枚、他にデザインや人物クロッキーなどをしています。結構書いてますね。主にデッサン、水彩、デザイン、クロッキー。1年後の目標。今まで美術や図工で賞をもらったことがありませんでしたが、今年初めて全国学生美術展で佳作をいただきました。すごいですね。全国の美術展で佳作。素晴らしい。来年、過去4月からの新年度は、コンクールに複数応募すること、入選を目指すというのが目標です。解決したいお悩み、デッサンでも水彩画でも何かおかしい、変と思っていても、どこをどうやればいいのかがわかりません。お好みの辛さは7。ご意見。美術教室の先生は描いた絵などに対して褒めたりはしてくれていますが、アドバイスというか、ここを直した方がいいというようなことはほとんどありません。私がまた中学1年生だからだと思いますが、周りは高校生ですごく上手で、どうしたらああいう風に描けるんだろう、できるんだろうと思ってしまいます。まだ将来の夢も決まっていないのですが、美術が好きだから上手くなりたいと思って教室に通っています。高校も公立の普通科に行くのか、遠いけれど通えなくはない私立の美術科にするのか迷っています。私立は特待生制度があるので、一定のコンクールで入選すると授業料が免除になるので、交通費もかかるので、親のために目指していますと。普通科はもし美術系の大学に行かなかったとき、シフトチェンジがしやすいと思うし、美術科は美大を受けるときに有利だと思うし、今通っている教室にはどの高校に行ったとしても通うつもりでいます。実際、教室に通っている高校生は普通科の方たちばかりです。大学は将来のために通いたいと思っています。よろしくお願いします。ということで、今回応募していただいたこのパプリカの作品は制作時間が3時間。丸マンの緑色のスケッチブック F6 サイズに描いています。見た目がテカテカしているのとパプリカは描いたことがなかったからという理由でこれを選んだそうです。これは質問ですね。パプリカのヘタの部分のところが上手に描けません。あと、どこをどう直したらいいのかもよくわかりません。使った鉛筆はステッドラーの H から3B、B3 ですが、いつも H から B3 あたりの範囲で書いているので、ですが、H6 や B6 なども使えるようになりたいのですが、使えずにいます。どう使っていいのかがよくわかりません。普段使っている鉛筆も画像を送ります。ということで、鉛筆の画像も
こんなのを送っていただいたんですが、ちょっと見えにくいですね。ここが QH でここが QB。一番使っているのは、この並びで言うと、HB、B、2B。このあたりが一番よく使う鉛筆なんでしょうかね。その他、F、H も使ってるけど、そんな減ってないです。減ってる順で言うと、HB、B、2B、で、3、4、5B あたりまでを使ってる感じなんでしょうかね。だけどわかんないな。5B はね、これ使わなくてもよく折れてたりしてね、鉛筆ケースの中ではなぜか減りが早いという、そういう不思議な鉛筆なので、そのせいかもしれないです。で、余談は置いといて、という、質問をいただいています。では、早速、今回は辛さが7、中学1年生の女子を泣かせていきたいと思います。で、あんま泣かしちゃいけないですね。普段、絵画教室に、個人でされてる先生の絵画教室に通われてるそうなので、基本的にその教室の先生のおっしゃることを一番大事にしていただきたいと思うんですが、今回は私の切り口で、視点でものを申させていただきたいと思います。まずはですね、先ほど第一印象でも言ったんですけれども、非常にね、質感を感じ分ける力が感性の鋭い女の子だなと。中学1年生でここまで描けるっていうのは、自慢していいレベルだと思います。結構ね、自分自身で問題に思ってるのが、何かおかしい変と思っても、どこをどうすればいいのかがわからないということと、教室の先生は褒めてくれるけど、あんまりここを直した方がいいっていうことを言ってくれないというのが、お悩みなようですので、今日はちょっとそのあたりを切り込んでいきたいと思います。どこから行きましょうね。気のつくところから全部行きましょうか。はい。まず、時間3時間の仕事量としては非常によくかけている。で、今、これが中学1年生の終わりですよね。多分来年の今頃、同じように机に置いてパプリカを1個描いたら、同じ3時間でこれの倍の作業量、手数が入っていると思います。非常に熱心に追求されるタイプのようですので、手数が増えるっていうのはほぼ確実かなと想像できます。で、今回ここではもっとこうした方がいいですよっていうあたりをちょっと赤ペン、青ペンを使ってね、解説していきたいと思うんですが、まず質感について、パプリカ表面のちょっと置いときますね。これはね、紙粘土にね、アクリル絵の具で塗ったものなので、変なテカり方していますけれども、こんな感じですね。ペカッと光っている。こういうものを描こうとしたときに、ここの質感とこのヘタの部分の質感って圧倒的に違うんですよね。艶消し、ここの部分はね、少し艶消しの明るいグリーンに対して、すごく光っている、ペカペカ光っている、この表面、ピーマン、パプリカ特有のテカリ具合をしている。これをね、鉛筆の多分これ使い分けしてるんだと思います。H 系に対して B 系。そんな風に意識的にこの作者がですね、鉛筆を使い分けてると思うんですが、このね、よりテカリを出したいときには、これ見た感じですと、使っている画用紙は M 画用紙のようですので、もうちょっと目をつぶしてもいいかなと思います。今回の例で言うとですね、どこから行こうかな。ここが日陰としましょうか。ここから日陰。こっち側ですね。こっち側が日陰。で、こっち側が光が当たってる日向とした時の、この日陰の世界は、殺筆というのを使ったことありますでしょうか？こんな風に、紙を丸めて、鉛筆削りで削ったような、そういった紙製のスティックです。で、これは結構使い込んでいて、先が黒くなっていますが、もともとは真っ白い紙のふわふわのケバケバが立っている、そういったものなんですね。で、こういうのを使って、このね、影の中の世界をちょっと擦ってあげる。撫でてあげる。ガーゼもいいんですけれども、このくらいのサイズの面積でしたら、多分殺筆の方が向いていると思います。ちなみに殺筆は、こんな風に、これね、これホルベイン製です。硬い紙で巻いたやつと、柔らかいティッシュみたいな、ふわふわした紙で巻いたのとあります。硬さが違うので、こういったところは、柔らかい方が、柔らかめの鉛筆を使って濃いめの表現をするときには柔らかめの殺筆で擦るのをお勧めします。ちなみにこれ、3番っていう太さなんですけど、いろんな太さがあるんですね。3番とか5番とか、太いのとか細いのとかあるんですが、メーカーによって表記違いますので、私は3番とか、これよりもうちょっと太いやつ。
これはナムラ製です。ナムラのサッピツ。1本100円程度なので、買って実際に試してみてください。影の中の色の濃いところを紙の目をこう潰すというか、凸凹をなくすのに、ツルツルの、そして黒い色をより暗くしたい表現したいときに使う。そういった道具だと思って試しに使ってみてください。はい、ちょっと道具の紹介もしながら。それからですね、ちょっと書いていきますね。このね、接地面、ここが床にパプリカが接しているとこなんですが、これちょっと拡大できるかな。よく見るとね、ここにね、強い黒い線がちょっとこう見えるんですね。で、ここはね、大事なところなので、しっかりと書いてあげましょう。どう書くかというと、ここの暗い線の、この黒い線がどっちなのかを決めてあげたいんですね。隣に書きます。こういう黒い線があります。この黒い線は床なのか、これ例えばこうやってこっち側にぼかす。これで床です。床に映る影です。もしくはパプリカ側なのか、本体、この赤い本体側なのかをこうやって書いて決めてあげてほしいんですよね。片ぼかしです。片側にぼかしてあげる。ここで言うと、これ床に映る影の方が暗いと思うので、ここをね、書いてあげるといいです。こうやってぼかして。本当のね、この際のギリギリの、この部分が特にだと思うんですけど、ここの影ね、結構薄いじゃないですか。あんまりね、濃くなりすぎなくていいと思うんですけど、際に関して言えば、結構強い影落ちてると思うんですね。こんな風に。こんな風に片ぼかし、下側にぼかしながら、線じゃなくて、これわかります？線になってないですよね。ここ、パプリカがここまで。で、床の際をこっち側にぼかしながら、タッチを入れて書いてあげる。まあ、タッチって線が見えなくていいと思います。こうやってこう、グラデーションにぼかしながら書いてあげる。そうすると、この輪郭線が目立たなくていいと思います。はい。あとですね、パプリカをこれね、分解してみると、分解っていうのはどういうことかっていうとね、ちょっと青にしましょう。ここにね、筋ありますよね。こういう筋、こういう筋、こういう筋。で、見えないけど多分裏側にもこんな風に。1、2、3、4、5、6、6。だけど、これよく見ると、これ私がね、紙粘土で作ったってまたさっきも言いましたけれども、パプリカって3つなんですよね。3。頂点3。で、その1つの塊が、ちょっとこう真ん中にシワがある。この1つの塊の真ん中にくぼみがある。1つの塊の真ん中にくぼみがある。多分そういうルールを持った果物植物。果物？まあ野菜なんですよね。というわけで、これも実はどうだろうな。これ見ると、ここの筋強いですよね。多分パーツで言うと、これが1個。これが1個。そしてこっちの後ろ側が1個。こんな風な3つの塊の、ここがシワだと思うんですね。つまり筋なのかシワなのか。ここで言うと、このラインなのか、途中で終わってるこれなのか。これ途中で終わってますよね。ここの2つ。それを区別して、自然物を描くときには何かしらルールがあります。秩序があります。その秩序が見つけられるとリアリティが出せるので、まずはね、置いたとき、モチーフを置いて描くときっていうのは、どうしてもね、置いた状況を眺めるばっかりになりがちなんですけど、自分だけのモチーフだった場合は、手に取っていろんな方向から観察する、見る、そしてルールを見つける。場合によってはもう一個同じようなパプリカを手に入れて、これ輪切りにしてみるともっといいと思います。そうするとね、中の断面が見えます。その3っていうのの倍数で形作られてるっていうのが、構造が理解できると思うので、より描くときのこの構造感、捉え方が変わってくると思います。はい。今ここでご紹介したのは、秩序、ルールを見つけることがデッサンをしていく上で、特に自然物を描く上で大事になりますよっていうこと。で、一箇所から置いたままでただ眺めてるだけじゃそれわからないので、手に持ってもしくは違う方向から眺める。場合によっては輪切りにしてみたりして構造を確かめる。そういったアプローチが、絵が上手くなるために、そんな風にね、切ったり食ったり、匂いを嗅いだりみたいな、そういった五感で捉えようとする、そういったアプローチ非常にいいと思うので、
まだ中学1年生ですから、どんどん試してみてください。食べられないものとかね、しし唐辛子とか辛いと思うんで、そこはチャレンジしなくてもいいと思うんですけれども、貪欲にそのものを味わうというかね、五感で第六感も含めて、何なんだろうっていうのを確かめる姿勢を貫いていってほしいと思います。三角形ということと、あとね、パッと見た時の、どうだろうな、今3つに分けましたが、そこの部分のこの形が若干ちょっと変な形なんだろう。少しね、反って見えるんですよね。このカーブ、このラインが。で、確かにピーマンなんかだと、こういう形のピーマンありますよね、ピーマン。ちょっと反ってる感じ。洋梨じゃないですけれども、こういう形。真ん中へこんでまた盛り上がるみたいな。なので、こういう特徴のある形だったのかなと気もするんですが、このパプリカに限らず、レモンを描くときもそうなんですが、そのものらしい形っていうのが実はあって、それと、このものの個人差というか個体差が、うまく絵の中で合っていると見る人が、パプリカらしいなって感じるんですよね。見た人が上手って感じる、その評価を得るっていうのは、一般的なパプリカらしさと、その個人差というか個体差との、ちょうど兼ね合いがいい具合のところのものが、形が描けると、すごい上手い上手、パプリカらしいって感じる。だから、ちょっとね、特殊な形のパプリカだったり、変な位置から見て、変な形に見えるなっていうのを、そのまま正直に描くことが、絵にとっていいかどうかっていうとまた別問題になります。今回のこの例で言うと、ここがちょっと反って見えているっていうことと、ここの丸みが強いっていう。若干ね、こういう流れ、下のカーブと上のカーブが、こっち側に回り込むというか、なんかね、見えない掃除機がここにあって吸い込まれるような感じのね、こういう感じに見えるんですね。で、多分この方は右利きで、こういうタッチが描きやすい。こういうタッチが入れやすいというわけで、色を塗る時のタッチの向きも、右上から左下にかけての、そしてちょっと湾曲する、こういうカーブ。これ手癖なんですね。手の癖。手の癖でこういうタッチを入れてるのが、ちょっとね、目立ちすぎて、若干この形状がひねられたような、こっち側に掃除機で吸い込まれたような形になっている。そういった自分の癖。これ左利きの人が描くとね、レオナルド・ダ・ヴィンチなんかそうなんですけど、左上から右下にかけてこういうタッチが多いんですね。その人特有の、癖があるんですけれども、そういう意味ではね、これちょっと描きにくいけれども、こういう向きにタッチ入れるとか、こういう向きに入れるとか、タッチを入れる時の描きにくい向きにタッチが入れられるような、そういった練習はちょっと意識してみるといいかもしれません。はい。で、もう一点、形状ですね。このプロポーション、形状について言いますと、私だったら、ここはね、どう言ったらいいかな。この上側のカーブ、ここね、ちょっと変化に乏しいんですけれども、最初この3つのパーツっていうお話しましたよね。で、この3つの一番上のパーツのここのカーブね、実はここにくぼみが1個あるおかげで、ここにちょっとね、段差が気持ちできてるんじゃないかなっていう気がします。段差。なんて言うんでしょう。形状が、このカーブがこう来ていて、で、このカーブ、ここ凹んでますよね。ここ凹んでいるのから、ほぼ繋がってるんだけど、こういう風に重なる。ここです。こういうラインと、このラインがもうちょっと内側に入る。これちょっと拡大してみると、拡大できるかな。こういう部分です。ここの部分。こういう部分が、それぞれの、ここもそうですね。これは内側に入ってますけれども、そういう部分がここの中にあるんじゃないかなという気がします。あと、ここもちょっとわかりにくいですね。パーツが2つのものが、集まるところの見え方、終わり方ですけれども、これはどうなってるんだ？ここがお尻の部分というか角になってるのかな？
この部分ですね。ここの形が移り変わるところ、形がぶつかったりとか、食い込んでいったりするようなところの形状は、どっちが上か下か、例えばここで言うと、多分、こういう、極端に書きます。こういう形なんじゃないでしょうか。こちら側が手前。手前の大きなパーツがあって、後ろ側のちょっと引っ込んだパーツがある。これで言うと、こっちが手前で、こっちが後ろ側。こういう位置関係があると思います。こっちが手前で、こっちが後ろっていう、手前奥の関係を一筆書きで書くんじゃなくて、手前は手前として、ちょっと強めに、強めにっていうのは鉛筆の筆圧を上げるっていうんじゃなくて、手前っていうのを意識して書いてやる。で、これは少し後ろに向かう。弱く書いてあげる。で、ここの、そんなにはっきりとした線はないと思うんですが、こう来て、手前側の、ここうっすらとこうぼやけるにしても、こんな風な手前と奥が意識されると、形状が三次元的に、立体的に見えてくると思います。はい。で、ヘタの質感、これ非常にいい取り組みだと思うので、この鉛筆を変える、HK に変えてみるとか、少しこう、鉛筆の先を使った表現にする。これでいいと思います。ただ、若干ね、眠い感じ、ぼやけた感じになっているのが、この方のお悩みかなと思うので、私は、例えばここで H で書いているとしたら、一段階柔らかめ。H で書いているなら F、もしくは HB の、こんな、先の丸い鉛筆じゃなくて、しっかり尖らした、これ 3B なんですけれども、結構先尖らせてるんですね。このくらい、シャープな、先端が超シャープな鉛筆の先端を使って少しね、筋として書いてあげるといいと思います。明るい色の中のディティール、細部の描写をするときに、一段階柔らかめの鉛筆の先端を使ってしっかりと描写してやる。そうすると切り口の鋭いシャープな表現ができます。で、筆圧を上げすぎると黒く濃くなってしまうので、せいぜい1段階から2段階、柔らかくするっていうことと、不必要な筆圧はかけない。かけすぎると黒くなっちゃう。黒くなるのを防止しつつも描写をしてあげるっていうのに、そういった使い方をお勧めします。さて、好評はそんなところでいいでしょうか。お悩みがいくつかあるんですね。で、その中で、今、中学1年生なんですが、将来的には美術系の大学へ進みたいと。で、それに合わせて、私立の美術科のある高校にするか、公立の普通科にするか迷っていますということで、この質問にちょっとお答えしていきたいと思います。で、普通科は、もし美術系の大学に行かなかった時にシフトチェンジがしやすいと思う。それもありますね。で、次に美術科は美大を受ける時に有利だと思うってありますが、私は美術科のある高校が美大を受ける時に有利だとは思っていません。それよりも普通科の高校へ行きながら予備校もしくは絵画教室に通って美術の専門的な教育を受ける方が美大受験には有利だと思います。美術系高校のいいところは美術に関する授業が多いんですよね、普通科に比べて。なのでそういった美術の知識とか歴史とか実技とか触れている時間は長い。そこがいいところなんですが、美大受験に関して言うと、それがメリットになることはあまりないと思います。こんなことを言っちゃっていいんでしょうか。一応今、美大受験予備校の先生じゃないんで、言っていいかなと思っています。普通高校のいいところっていうのは、美大受験を考えたときに学力が美術科に行くよりも学力を落としにくいんですよね。学力が落ちた時に美大受験っていうのがすごくね、ハードルが上がります。英語、国語が重要なんですけれども、いかにその学力を落とさないのかっていうのが大学入試においては肝になってきますので、つまりみんなね、絵が好きだから絵の勉強は徹底的にやるんですよ。で、それにかまけて英語国語の勉強しないせいで、いくら上手くてもむさびたまび入れないっていう例が出てくるんですね。ちなみにそう、次第はね、学力が実技
実技ってデッサンとか色彩構成、油絵みたいな実技試験と同等 50%、50% 比率なんですね。そんなわけで学力を落とさないっていうのが美術系の大学へ進んで、その後社会へ出て美術もしくはデザイン系で仕事していこうと思った時に肝になってきます。まだ中学生ですので選択肢は無限にあると思うんですが、大学を美術系と考えているんでしたら普通高校を私はお勧めします。鉛筆の幅が狭いと A1 から 3B までをメインで使っていて、その幅が広くないので使えなくて困っているということなんですね。私は3B 以上を使う必要が今のところないんだろうと思うんですよ。で、例えば真っ黒い墨とか、黒いものですね。黒くて柔らかいもの、黒くて硬いものを描くときに 3B で出せない色ってどうしてもあると思うんですよ。というわけで、色見本を作ってみることを勧めます。このスケッチブック丸々の持ってるんですよね。そこに 6B でグリグリ描いた色と 3B でグリグリ描いた色、2つ調子をつけてみて、目で見て比較してみてください。どっちがどのくらい黒く見えるのか。黒いものを表現しようとしたときに 3B で足りないなっていうのが本人が実感したときに 6B の必要性が身に染みてくると思います。で、そのね、グリグリ描いた色っていうのは結構力もいるし時間もかかります。それを経験してみると、もうちょっとね、自分が実際に絵を描いていく上で、ここは 6B 使おうとかね、判断できるようになってくると思います。6B のマックスの黒まで使えれば 9B の必要性はそこまで感じないかなと思います。ただね、硬い方は 6H から使いたいっていうふうに書いてあるんですが、私は 2H くらいまででいいんじゃないかなと。H まで使いこなせているようでしたら 2H が使いこなせるような訓練をお勧めします。硬い鉛筆を使っていく上でポイントになるのは筆圧のコントロールなんですね。5H と 6H の違い、鉛筆を使い分けて違いを書き分けることができる人って相当な熟練者でもなかなかいないと思います。そのくらい調子の付け方、鉛筆を紙に押し付ける力のコントロールをね、調整するのってすごく難しいんですよ。なので、私はそこまで 6H まで使えなくても気にしなくていいと思います。H と 2H の使い分けができるっていうのが一つの基準になるかなと思うので、柔らかく先端をすごく尖らしてですね、ギンギンに尖らした 2H とギンギンに尖らした H の筆圧を変えながら書き分けることができるようになったら 4H とか 5H がなくても十分表現できると思います。鉛筆の種類を増やすだけじゃなくて、それを使い分ける筆圧のコントロールを磨いていってみてください。はい。そうだ。ちなみに筆圧に関しては私がね、キッチン用の測りを使った筆圧の違いによる調子の違いっていうね、そういった動画も上げていますので、ぜひ見てみてください。概要欄にリンクを貼っておきますので、チェックしてみてください。中学1年生女子かりんさん。今回は出品どうもありがとうございました。こんな感じの好評でよろしいでしょうか。これからも頑張ってください。さて、辛さ7ということで若干辛めの好評だったんじゃないかと思いますけれども、皆さんの感想はいかがだったでしょうか。ウニアトリエではこういった感じの動画を毎日更新しています。この動画が良かったと思われた方は、いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。他に加藤さんけんちゃんシリーズはサブチャンネル犬アトリエの方で展開してまいりますので、そちらもチェックしてみてください。はい、この講評会にどうやったら応募できるのかというお問い合わせいただいているんですけれども、前期50作品の募集はもうすでに締め切ってしまいました。後期の募集、まだ日程は未定ですけれども、来月終わりくらいになるかな。後期50作品もしくは中期後期っていう風に前期中期後期っていう風に分けて募集することになるかもしれません。応募を考えている方は LINE 公式アカウントに登録した上で募集開始の連絡をお待ちください。皆様からのご応募をお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。